じゃあ、桜井です。早速ですが、こちらのアニメーションをご覧ください。ヒーローの登場っぽいシーンを作ってみました。しかし、まだ完成じゃなく、回転中の重心のブレが悪い印象を与えています。横から見ると気づきやすいかもしれません。膝を抱えたポーズは、重心が腰よりも前方に出てしまうため、腰のコントローラーを中心に X 回転すると、重心が円を描くように動いてしまいます。重心を中心に回転させると、このようになります。というわけで、今回のテーマは重心で回すです。重心のブレを修正する方法を2つ紹介します。よろしくお願いします。方法1、スフィアで重心を可視化する。まず、スフィアを用意します。丸まった時のキャラクターがすっぽり入るぐらいの大きさにしてから、このスフィアの中にキャラクターが偏りがないようにバランスよく配置します。こんな感じです。この作業をするときはサイドビューからワイヤーフレーム表示にしておくとやりやすいです。次に腰のコントローラーで選んでスフィアをポイントコンストにします。メインテイオフセットはトゥルーにしておいてください。スフィアが腰のコントローラーに追従する状態を作ります。重要なことは、この方法を使うときには腰の軌道がほとんど完成していることです。理由はせっかくブレ修正したのに、後で腰のアニメーションに手を加えると、もう一度この作業を繰り返すことになるので、時短のためにも回数は減らすべきです。次にスフィアのアニメーションをベイクします。スフィアを選んで、アニメーションタブのキーからベイクアニメーション。これによって腰の移動をスフィアに転写することができました。仕上げに腰の位置を1フレームずつ調整してスフィアの中にすっぽり収めていきます。どういうことかというと、こういうことです。このスフィアの中心自体が重心なので、このスフィアから大きくはみ出てるってことは重心から大きくずれてるっていうことになります。こういうのを1フレームずつスフィアの中にバランスよく収めていきましょう。この着地の寸前ぐらいまでで大丈夫です。体が開いてくると重心はまた腰の位置に戻ってくるので、この辺で調整を終わりにします。じゃあ、スフィアを消して一回再生してみましょう。修正前と比較すると、こんな感じです。重心のブレが修正できましたね。方法2つ目。ロケーターでピボットを変える。方法1が脳筋アニメーター向けやとしたら、方法2の方がちょっと賢いです。方法2も1と同様に腰の軌道がほぼ完成してから使うのをお勧めします。さて、ロケーターを出していきます。大きくしておきましょう。そしてロケーターを大体でいいので、膝を抱えたポーズの重心、ここを中心に回転したら綺麗やろうなっていうところに置きます。そして腰のコントローラーで選んでロケーター選んでポイントコンストレイン、オリエントコンストレイン2つかけます。ポイントコンストレイン、オリエントコンストレイン。これ両方メインテインオフセットはトゥルーにしておいてください。こうすることによってロケーターは安定した重心の軌道を描きます。腰とロケーターのモーショントレイルを比較するとこんな感じです。若干ずれてるだけですね。では
このコンストレインされたロケータをベイクします。アニメーションタブからキー、ベイクシミュレーション。今こんな見た目です。次は、さっきと逆で、ロケーターで星のコントローラーをコンストレインします。で、次使うのはペアレントコンストレインです。ペアレントコンストレインで、オプションのメインテンオフセットはこれも True にしておいてください。ペアレントコンストレインは拘束する側を中心に移動回転します。つまり、腰のコントローラーのピボットは一時的にロケーターの位置に変わっている状態です。一度再生してみましょう。ロケーターが重心のブレを吸収してきれいに回転していますね。重心のブレは修正終わったんですけど、着地してからのアニメーションがちょっと意図しないポーズになっちゃったんで、これを修正していきましょう。ペアレントコンストレインされている腰コントローラーを範囲を絞ってベイクしていきます。アニメーションタブのキー、ベイク、シミュレーション、オプションを開いてください。ここのスタートエンドで0から37フレームで範囲を指定します。0から37。ここまでベイクするっていうことですね。そして、ベイク範囲外の腰アニメーションはキープしてほしいので、ここの Keep Unbaked Keys、ここにチェックが入っているのを確認してください。ベイクします。はい、まだ見た目に変化はないんですが、今行ったベイクは0から37フレーム範囲で、ロケーターにコンストレインされた時の腰コントローラーの起動を確定させる意味があります。最後にロケーターを削除します。ブレの修正と意図しないアニメーションの修正ができました。補足ですが、方法2のように、ロケーターを使ってピボットを一時的に変える方法は便利な技なんでマスターしておいて損はありません。ゲームの場合、武器を投げる攻撃はよくありますが、持ち手のコントローラー中心ではなく、重心で回転させると物理的な説得力が上がります。よく見る剣が落ちてくるアニメーションも重心で回すとしっくりくると思います。重心のブレを抑える方法を2つ紹介しました。人体の場合、ポーズによって重心位置が変わる。物質は重心を中心に回転すると安定する。この2点を押さえた上で、それを表現するには、各コンストレインの使用やメインテンオフセット、トゥルーフォルスの違いといった機能面の理解とオペレーション能力が不可欠なので、ぜひ研究してみてください。最後に元も子もないことを言うんですが、重心で回るのは物理的には正しいということであって、表現としていつでも正解というわけではありません。仕事において最終的に良し悪しを判断するのはスーパーバイザーやクライアントなので、作業者は柔軟に修正できる能力が必要です。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。